にちは、鈴川彩子です。ひたちです本日はコアレックス新鋭さんの、富士にある工場にやってきました。こちらのコアレックス新鋭さん、富士の工場では再生紙を、使ったトイレットペーパーやティッシュペーパーを作られているということで、今回はですねそちらの工場を見学させていただけることになりました。どんな風にね、その再生紙で作られているのか、そのリサイクルのねこう過程なんかも見させていただければと思います。じゃあ早速行ってきます。さあ中に入らさせていただきます。すごい綺麗。まずね消毒をしましょう。はい OK です。さあこちらにコアレックスさんの製品がもう早速並んでおります。シンラこれ買って使ってました。そうだったんだ。これもそうか、再生紙で全部作られてるんですね。よろしくお願いいたします。再生紙っていう感じがしないですよね。クオリティがもう本当に素晴らしくて。すみません、お願いします。はい、お願いします。この工場はですね、5年前に古い工場をですね、スクラップして新しい工場ができたんです。5つのですねテーマを持って作りました。1つがですね防災、それから地域環境共存型の工場にするっていうことと、それからやっぱり省エネ、それから環境問題、働く従業員の作業環境を改善させるっていう、そういう大きなテーマを持って今につながっています。で生産量の方がですね、1日150トンで、こういうロールにしますと130万ロール130万ロールが1日に出来上がります。で私たちの原料は古紙って言いまして、一度使われた紙なんですが、その中でもさらにですね、難再生古紙と言われていまして、同業者の方が使えない、そういった原料を、再生させる独自の技術を持っていますので、そうやってこのロールが作られます。牛乳パックとかはなんとなくこうイメージ、このチラシとかもすごいインクがねたくさんついてるのに硬いのに牛乳パックでも裏にアルミがついている、こういったものもですね、豆乳のやつとか、これもいけるんですね。で最近の牛乳パックはそういう蓋がついているんですけれど、これもそのまま出していただいて大丈夫です。こちらでじゃあ分別されてっていう、すごいこういうさ見て金具がついてるさバインダー、こういうファイルとかのねバインダー、これも大丈夫なんだって。このまんま出来上がる商品がですね、先ほどトイレットペーパーと総括して言いましたが、そこにあるような、ティッシュペーパーですとかハンドタオル、プリントしてありますよね。これが特殊なですねインクを使っていまして、抗菌と消臭の効果があります。プリントのトイレットペーパーがあるんですけれど、日本で2台しかない印刷機なんですけれど、これを使いまして、12個の中に柄が全部違う。ちょっと本当だ、もうね袋の中にいろんな柄が入ってる。そうでしょ。すごーい。いい匂いする。マスク外してすごいいい匂いするね。ここの工場のですね縮小した模型です。本当だ。ね、工場の敷地があるんですけど、すごい大きいですね。この周りもちょっと見てください。普通工場って周りにですね、高い壁があって、確かに知らない人がね入ってこないようにするっていうのが普通の考え方なんですけれど、私先ほど地域共存型の工場ですよっていうお話ししたんですけれど、この周りの方たちが避難してこれる場所に提供しているんです。そのためにですね、どこからでも入ってこれるような壁を作らず、こういうちょっとしたね低木の木を植えただけの作りに
しています。ここは富士市なんですけれど、はい、富士って紙の生産が非常に多いところで、全国で30%か40%ぐらいのね、生産をやっている工場が非常に多いところなんです。はい、まあ今もそっちご覧になると、煙突がたくさん立ってるの分かりませんでした？ここも同じ製紙工場なんですけど、煙突ないですね。本当だ。模型だからってわけじゃないですよね。こっちの壁のここに2つ丸いのが見えます？あった。本当にわかる？これです。見えないでしょ？全然わかんないです。燃やした後の排気が非常に綺麗なんです。だから高くする必要もないんですよね。なるほど。だから煙突はあるんですけれど、だったらもう見えないようにしたいっていう形で、すごい、もうなんか一体型というか、すごい。こんなにちっちゃい機械でやってたんですね。これが全部ですか？そうです。すごい。もうじゃあ今は使われなくなってこちらにこうオブジェというか。そうです。この丸いのがアイロンなんです。ドライヤーっていうんですけど、この中に熱い蒸気を入れて、それでこの表面を熱くさせて、でこの表面に紙を貼って、それで乾かすんですね。乾かすためのものなんですね。そうなんです。これぐるーって回ってるんですけど、ぐるーって回ってくる間に紙を乾かして、ポトって落ちるのかな。剥がして。もうじゃあ結構ピタってくっつくんですね。あそこにあるゼロみたいなやつ何？いいところに気がつきました。ゼロエミッションのゼロなんです。いわゆるゴミが出ない、発生しないのゼロエミッションなんですね。だからこの工場で物を作った後ですね、ゴミが出ないんです。出るんですけれど、それをリサイクルに回す。ゴミがまたどこかの会社の燃料になる。ゴミが出ないっていうご説明したんですけれど、そのゴミから作った肥料というかね、放射能を除染したりだとか、土壌を改良したりだとか、そういう効果があるっていうことで、じゃあ、トマトを作ってどうなるかっていうことを実験してるんですね。なるほど。でブラックライトを 10%、20%、30% 分けたものとか、そういうことをやって、生育がどうなるかっていうことを実験している畑です。これトマトがそこをどう育っていく、どう変化があるかなっていうのを。たくさんトマトがなったり、食べたら甘かったりとか、やっぱり違いがあるようです。これはこの辺の方がですね、自分の家にある紙を持ってきてくれるんです。ここへ。でここで重さを測って、トイレットペーパーとかティッシュペーパーとかに交換してることをやってます。それいい。やっぱ本当にもう地域の方とこうね、密接にお付き合いされてるのが。それとかこういうカゴがね、ありますけど、これはもう24時間いつでも入れてってくださいっていうことで。いいんですか？あちこちの場所にね置いてあります。すごい。こちらの原料はですね、私たちが今たくさん集めている原料の種類の一つなんですけど、どういうものかっていうと、皆さんの家庭にある紙類です。でこれは私たちが集めないと燃やされるもう運命なんですね。だけどここに来ればリサイクルしてまた蘇るっていう、非常にもったいないんでね、私たち今これ積極的に集めている原料です。見たことあるものがこうやって集められてるの面白い。わあ、切符使い終わった切符で、これもう一回こう紙に変えて、それをまた駅とかでね使えるっていう。裏の時期がね、なかなか他とかではね、やっぱりこういうのってそうそう簡単にはこうリサイクルっていうか、また紙にっていうのは難しいと思うんですけど、それがこちらではできちゃうのがすごいよね。菓子の中に入っている異物、金物だとかビニールだとか、そういったものは別に除去しません。溶かすだけです。この後で取り除いていきます。じゃあもうとにかくここはもう一旦全てをもう溶かしてっていう感じなんですね。上から入って下から抜くと。でこの中で大体ね12時間ぐらい
寝かせるというか熟成させますフィルムが剥がれやすくなったりとか、なるほどそういうことを熟成させて次の機械で簡単に取り除けるように。なるほど。じゃあごしらえ準備段階が。今はこんな状態です。色もこんなちょっと灰色っぽいね、はいはいはいこんな色がしてこれが次のところに行くんじゃない？そうです。すごい音が大きいすごい大きい音がしますここにこういうものがありますけれど、この機械で取れた、ものです。時々こういう1円お金がね、入ってきたり、鉄工場に持ってってもう一回溶かされて鉄に生まれ変わる。フィルムを、ここに集めて脱水させて絞ってる機械です。わあすごい。さっきのアルミ箔のものもあったり、フィルムがあったりね。すごいコンパクトになるんですね。フローテーションといいまして、下からですね、泡を発生させます。泡が上に浮いてきますので、浮いてくる間にですね、紙についていたインクがその泡に付着して上に上がってきます。ですので泡が黒くなってますよね。あ、本当だ。はい、その黒くなった泡をこの羽を使って外へ出してね、で原料をきれいにしていきます。わざと泡を出して、でその泡がまだ表面に残ってるインクを持ってきてくれる。だからここに上に浮いてる泡は黒いんだ。外がちっちゃかったけど、これもう大きいでしょ。さっきさ、お外にさ飾ってあったじゃん、大きい機械。入り口の駐車場のところ、あれの大きいやつがあれなんだって。すごいね、全然違うじゃん。すごい大きい。ちょっと白く見えてる部分、あれが紙です。これがこうぐるーっと回ってられて乾いちゃう。あそこ回ってるのが紙だって。すごいね、回ってる間に乾いちゃうんだって。なんかいい匂いするマスクしててもわかる。いい匂いがする。すごいね。大きいよ。こんなに大きいんだ。こんなに近くで見たことないです。重さ2445キロ。あー、怖い怖い。すごい。あ、確かに上んとこ見たらほらトイレットペーパーだよ。こんだけ大きいとわかんないけど。49000メートル書いてあります。49000メートル？ねえ、すごいそうだね。初めてこんな近くで見ました。そうですよね。すごい大きいね。すごい紙だすごい、こんなに大きいのもうちょっと想像がもうなんかすごいよ。自分がちっちゃくなったみたい。一回使ってみたいね。長さは3メートルです。回んないね。こういう風に印刷されるんですね、紙にね。すごいすごい。ハンドタオルかな。これ色つけてねえ、これほら印刷されてるねえ。これがですね、先ほどの花いっぱいの原子なんですけれど、もう全部こう違うんですね。なるほど。こういう印刷をするから、同じのが入らない。なるほど。この縦にこういうのが続いてるんですね。すごい。確かになんかこう大きいので見すぎてるとちょっとね、本来のサイズが分かんなくなりそうだけど、まあ確かにこんなもんか。何？チェック、これ何だと思う？なんか作ってるんだって。でも形がなんかこれ今ここにかけてますね。機械をこういって。芯です。なるほど。
紙をですねこう流して、ここでのりをボンドをつけてね、それで貼り合わせてるんです。貼り合わせながらこのパイプ状にして。本当だ、この斜めになってる。そうです。ちゃんと。で3メーターの長さでカットしてる。ほらほら、トイレットペーパーの芯だよ。すごい大きい大きい、初めて。ママより全然大きいよ。でも確かにトイレットペーパーの芯だ。危ない危ない、ぶつけないように。すごいな、すごい高い。さっき作った歯間が次々から出てきて、今巻いてますね。ほら今変わった。くっついた。さっきのほらトイレットペーパーの芯の部分がさ、今横からほら出てきて、紙が巻かれてる。どんどんほら大きくなってるでしょ。本当だ、あっちはほら紙がいっぱい、大きい紙がいっぱい。ここに溜まったのが下からそっちに、でそっちで巻かれてるんですね。常にもう早い早い。あー、いい匂いする。ありがとうございます。いい匂いする。いい匂いするよ。ケイちゃん、すごいいい匂いする。出来たてだ。あ、もうこの段階でいろんな柄になってるんですね。芯のないトイレットペーパーの方トイですね。レットペーパーだよ、やっぱり長いこういう丸太みたいのを最初に巻いて、これを切っていくわけです。すごいいっぱいある。ちょっと穴が小さいんです。穴が小さいとホルダーにかけづらいでしょ。はいはいはい。だからこれをまた直すんです。どんどん流れてくる。ほら面白い。うわー、すごいよ。あっち見て、この角で、このもし下の目線から。ここで一度トイレットペーパーを立てます。あ、本当だ。段差で立ててこの機械に通します。そうすると穴が大きくなって出てくる。穴を大きくするの？ほら、さっきより大きくなったでしょ。なってる。ね。本当だ。この機械でね、穴を直してる。ちゃんとホルダーに入れやすくなるように出来たてだとまだ穴が小さいまんまで、それをここで穴の大きさをね、均一に直すそうです。すごい面白い。みんな揃ってからガシャンってなるね。ほら、1、2、3、4、5、6、ガシャンあっちに行く。なんか扇風機で乾かされてるのもかわいいね。穴を広げてるのを見てたと思ったら、もうパック詰めされてこんなところにわ、もう早い早い。もう次の箱。すごいね。こういうのも全部機械がやってくれるんですね。あー、ティッシュペーパーだって。これティッシュなんだ。わあ、ほら、あそこどんどんあそこで一回伸ばしてからこっちでぐるぐる巻いてんのかな。なるほど。こう互い違いにというかね、ティッシュペーパーだからさ、こう噛んでないといけないんだよね。それをすごい早い早いティッシュほら、ダダ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 ってなってる。すごい。そうするとこういう小さいサイズになって出てきます。なんか切るときにずれちゃったりしないんですね。しないですね。ちゃんと押さえてやってますから。このサイズで出てきた。さっき切ったところ見ましたけど、今はもうフィルムが包装されてます。もうパッケージになってる。すごい。あっという間だね。ついさっきそこら辺でカットしてるの見たのに。こちらの機械で
袋に詰めていきます。すごいね。本当だ、どんどん上に流れてる荷物が。ここはですね、出来上がった製品が、はい流れてきまして、はい、奥ほら段ボール。あ、見て、あそこから。ね、あ、本当だ本当だ、あっちから来てる。いろんな形の段ボールが来ますので、それを、どこに積むかっていうことを識別して、で違うパレットに、違う商品がいかないように、すごく頭のいいです。ほら、チグすごいよ、運んでる乗せてるすごいすごいいっぱいあるね。いっぱいあるでしょ。でもこれは多分、どうかな、3万ケースぐらいしかないかな。くらい、3万ケースくらいしか。今38万ケースありますから、まだ 10分の1以下です。10分の1、こんなにあるのに。1年で1人ってどれぐらい使うもんなんですかね、トイレットペーパーのロール単位だと。私が聞いたのが、4人家族が1ヶ月、12ロールワンパック。ああ、確かに。って聞いてます。ってことはだからこれが、これはしなさいけど、1ケースあればまあ1年持っちゃいますね。トイレットペーパーはこういう形で出荷されるんですね。私たちの倉庫からトラックのが見えて、このようにパレットごと積むんじゃなくて、ああいうふうにパレットから一つ一つを。大変じゃないですか。非常にこれ大変な作業だと思います。トラックに乗せるとき下の台なくすんだって、パレットは置いとくんだって、こっちに。それ大変だね、乗せるのがね。なんか全然先ほどの大きな音がとてもしていたとは思えないぐらい外は静かですね。この周りから出てる水が、川に流れていく水です。この縁に出てるお水がそのままもう川に。なんかすごい機械が動いてるね、トラバーサーみたいな。お水きれいに、工場で使ったお水をねきれいにしてから川に流してるんだって。皆さんが使わないような紙ゴミですね。これをできるだけ使うことによって環境を良くしてあげて、ただし使うとこういう水も汚れるんですよね。ですからこういう大きな排水処理もつけて、で水もきれいにして自然に戻してあるっていう、なんかもう大きなストーリーがあるんです。すごいいいことしかないですね。そうですね。本当に一切このマイナスがないというか、常にこうプラスに全部変えて。そうですね。環境にも優しいし、人間にもいいものっていうことで、すごいすごいね。なかなかできないことだよ、ここまで徹底してやられるのは。川ってあっちでしょ。そうそうそう。さあ、こちら少し移動しまして、伊豆長岡温泉の小川屋さんにやってきました。じゃあちょっとね、まずこの辺りをお散歩してみたいと思います。さあ、小川屋さんの斜めお向かいにあります南山荘さん、すごいですね。政府登録国際観光旅館だって。はい、こんにちは。よろしくお願いします。10年ぐらいの建物で、ここの散歩市っていうのを月に1回、第2の日曜日にここを開けてるんですけども、見てください。ありがとうございます。コアレックスさんっていう会社の、今工場を見学させていただきました。こちらの住民の方とか、旅館の方とか商店の方が皆さんご支を集めてくださって、この第2の日曜日にこのお散歩市に皆さん持ってきてくださってるんです、ね。なるほど。で、ここで回収してコアレックさんに持っていくっていう。で、ここでなるほど。トイレットペーパー作ってたやつだ。この伊豆長岡温泉のトイレットペーパーを観光客の方にはこんな感じで販売もできてっていう、ここにもう大きくね書いてありますね。そういうつながりも
あるんですね。そうなんです。皆さんやっぱりかなり持ってこられるんですか？ものすごい量ですね。はい。全部で 1.5 トンぐらいをトラックで。すごい。運ぶぐらいで。でまたそれがこうトイレットペーパーとかになって皆さんに還元されるっていう。還元されてて。素晴らしい。ユラックス公園。おお、すごい。これあれじゃない？なんかほら足のさ、足つぼのやつ、お靴で行っちゃダメなんじゃない？靴を脱いでください。あ、痛い。本当？ママもやろう。痛い、完全に。なんかここトゲトゲ細かいんで、いったー。こっち行こう。端っこ行こう。あ、まだこっちの方がいける。あ、ソフトコースと一般コースがあるよ。一般コース先行こう。いやいや、ソフトの方が弱いってことじゃない？ここまで行けるけど、あ、ここしんどい。一歩ずつ踏みしめて歩いてください。痛い。痛い。そこ手すり持っていいの？痛い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 。そうだ。ずるしちゃう。見て。こっち。あ、そこはなんか痛い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 。子供と一緒に来たらね、近くにこんな公園があるのでいいですね。あら、お家だ。階段で登っていけるよ。うん、そこ登っていいよ。おじくんすごい。もうたった5秒でできるよ。5秒で？ゆー。ね、これは登るやつだきっと。次は渦巻き行こう。はーい。5、4、せーの。シュー。うわ。最後私が乗ってるこちら E バイク、このね伊豆長岡温泉の、観光で、すごくね皆さん使われるということで、いろんな旅館さんに置かれてるそうです。今日はたまたまこの小川家さんにもねあったので今乗らせていただいておりますが、すごい初めて乗った。中をね、ご案内いただけるということで、まあいろいろ今はコロナの感染対策なんかもねされてますので、よろしくお願いします。お邪魔します。はい、お願いします。こんな感じでね、皆さん検温と手のはい大丈夫です。手の消毒を行ってから入館します。お願いします。さっきピー見てピー。はい、お世話になります。すごいね。わあ、広い。見て。よいしょ。あそこ見て。もうお食事をご用意いただいて美味しそう。お食事を、今夜ねいただきます。すごいじゃん。子供もねすごく素敵なね、すごいね。時いいね。このお肉すごい美味しいよ。すごい絶妙なこの脂の感じ。肉食べてるって感じ。美味しそう。すごい。いただきます。うん。おいしい。すごい美味しいこのお刺身。ちくんどう？美味しい？いや本当にありがとうございます。美味しくいただいております。今日は私が市場に沼津港の方に仕入れに行かせていただいて、お刺身とかすごい美味しいです、やっぱり出させてはいただいてるんですけども、この旅館で出る例えばこういうお食事についてる紙とかも一緒にこうコアレックスさんの方に出されてっていう感じですか？お箸とか本当にすべて提携されてっていう感じなんですね。はい。ですからもうね本当にコアレックス様々で。さあということで、今日は一日ね、コアレックスさん、富士にある工場から、そしてこの伊豆長岡温泉、小川屋さんをはじめ、この辺りをね観光させていただきました。コアレックスさんすごくやっぱりこの辺りのね地域と密接に、関係持たれていて、各ねお店とかねいろんなところでもう古紙を回収されて、それを再利用してすごくしかも素敵なね製品に、再生されているということで。
で、今日ね我々が見学させていただいたあちらの富士の工場、あちらもですねこのコロナがちょっと落ち着いた頃にまた一般の方も見学が再開されるということなので、詳しくはコアレックスさんの公式ホームページを皆さんチェックしてみてください。URL はね動画の概要欄に、載せておりますのでチェックしてみてください。やっぱりねこう実際に目の前で、古紙をねどういう風にリサイクルしてるのかっていうのを見るとまたね製品に対するこの考えというか思いもまた変わってきますので、ね、皆さんもぜひぜひ、工場見学だったりとか、あとコアレックスさんの製品をぜひ使ってみて、そしてまたねこちらの伊豆長岡温泉の方にもね素敵な宿小川屋さんをはじめ素敵なね、観光場所たくさんありますので、遊びに来てみてください。はい、ということで以上、コアレックス新栄さんと伊豆長岡温泉さんに来てみたでした。ありがとうございます。ねえねえこれさ上についてるやつじゃない？こっちね。